こんにちは、ロック204チャンネルです。今回より Google コラボラトリーシリーズを開始します。第1回は Google コラボラトリーで Python を始める位置環境設定と基本操作と題詞をお送りします。Google コラボラトリーを使用する前提条件について解説します。まず Google アカウントを持っていることが必須となります。Google メールを使用している人は、のまま使用することができます。もし Google アカウントを持っていない方は、以降の説明を参考に Google アカウントを作ってください。そしてクラウド上の環境ですので、インターネット接続が必須となります。使用できるブラウザーは Chrome、Firefox、Safari、Edge などで使用できます。したがってパソコンの種類に関わらず前述したブラウザーがあれば、のパソコンからも使用できます。Google アカウントを作成するには、こちらに書かれたアドレスをブラウザーに入力し、アカウント作成画面に移動してください。以降は面の指示に従ってアカウントを作成してください。Google アカウントが作成されると、Google のマイページにログインした状態となります。画面右上に自分のマークが表示されている状態です。もしサインインできていない場合は、再度サインインを行ってください。この場合、二重認証を設定している場合は自分の携帯電話に通知が届きますので、必ず携帯電話をそばに置いてサインインしてください。もし複数の Google アカウントを持っている場合には、その中より選択する必要がありますので、この講座で使用するアカウントを決めて、そちらよりサインインをしてください。サインインが完了したら Google アプリを表示します。Google のページが表示されていない場合は、Google で検索してこのページに移動してください。このページが表示されると、右上の四角のドットのマークをクリックします。すると Google サービスで使用できるアプリが表示されます。その中よりドライブと書かれた三角マークをクリックしてください。次に Python アプリをインストールする方法について説明します。初めて Google コラボラトリーを使用する場合は、次の手順で行ってください。すでに Google コラボラトリーを使用できている方は、この手順は必要ありません。最初に、新規ボタンを押して、その他を選択します。そして Google コラボラトリーをクリックします。そうするとしばらくすると Python がインストールされて、この画面となります。この画面が Python が使用できる Google コラボラトリーの環境です。それではGoogle コラボレートリーを使ってみましょう。まずは Google のホーム画面にします。例えばここに Google っていう風に入れて検索して、Google のホーム画面にします。で、います。で、ここの四角マークを押して、まずは、Google ドライブを押しましょう。作る場合、新規を押して、先ほどインストールしたですね、Google コラボレートリーを表示します。まずここのその他のところを押して、Google コラボレートリーを選びます。そうすると、プログラムが書かれていない画面が表示されます。こういう形ですね。で、ここにプログラムの名前が表示されます。ここではですね、アンタイトルと0っていう表示になってますので、このドットの前の部分を削除して、ここで例えば、テスト01というような名前などを入れてやります。そうすると今から書かれていくプログラムはテスト01、IPYNB という拡張子がついたプログラムとして保存されます。そしたらここにですね、例えば文字列を表示するプログラムを書いてみましょう。まずは、プリントっていう、キーワードで、ここでシングルクォーテーションで、ヘローで、これでここですね、実行、セルの実行という
のを押してやります。この部分がセルになるんですけども、そうすると実行結果がこの下に出てきます。こういうふうに、このプリントの中の文字がですね、こういうふうに表示されました。続けてですね、プログラムの続きを書いていきます。例えば、ワールドですね。プリント、シングルクオーテーション、ルート、びっくりマークを書きます。そしたらこの、2行のプログラムの結果ですね、これを押すと、Hello World という形で文字列を表示しました。で、ここで書いたプログラムはですね、自動的に保存されますので、保存っていうものを押す必要はありません。しかし、ここのファイルのところですね、保存っていうのがありますので、不安であればこれを押してください。そうすると保存されます。そしたら次にですね、ここにコードというのがありますよね。この下にもう一つセルを作って、そこで別のプログラムを、作ってみましょう。コードとなると次のセルが出ます。ここでですね、例えば5プラス6で、これを実行してみましょうか。そうすると、ここで11っていう結果が出るんですね。こういうふうな演算ができます。で、ここで注釈とかですね、ここに書いておきたい場合には、テキストというのを押します。そうすると、この部分に対する注釈を書くことができます。例えば、こういう形で、どういうどういうようなことをやったかというようなことをですね、注釈として、ここで、書いていくことができます。まずコードとテキストセルについて見ていきましょう。こちらの左側のプラスコードです。これはコードを作成するときに使います。コードというのは、このようなプログラムの記述のことをコードと言います。そして、その隣これがテキストとなっていますが、これは注釈文を書くときにこのプラステキストのマークを押します。その上にあるのがノートブック名になります。Google コラボラトリーのファイルのことをノートブックと言います。Google コラボラトリーの画面では入力欄が表示されます。これをセルと言います。コードを書く欄をコードセル、注釈を入力する欄をテキストセルと言います。右側のセルの上に表示されている上下の矢印は、このセルを上に移動あるいは下に移動することができます。またゴミ箱マークは、このセルを削除する場合に使用します。もしセルの中に入力できない場合は、右上の部分の編集となっているところをクリックしてください。プログラムの実行順序と使用可能な文字について説明します。こちらがプログラムコードになります。コードは上から下に実行されるのが基本的な順序となります。そして使用できる文字は、このようなプリントなどの命令ワードは半角英数字となります。全角文字は使用できません。間違えてキーワードを全角文字で入力するとプログラムのエラーとなります。またキーワード間の空白部分で全角空白を置くと、この場合もエラーとなることがあります。必ず半角になっているかどうか確認する必要があります。しかし、このような文字列については全角文字も使用することができます。そしてこのコードセルの実行は、このボタンを押します。そうすると下に結果の表示が出ます。それではプログラムの保存と呼び出しについて説明します。プログラムの保存はですね、特に意識せずにですね、プログラムを書いていけば自動保存されます。で、また先ほど言ったように、
ファイルのとこから保存っていうのを押してもですね、その手動で保存することができます。で、この、画面を終了する場合はですね、こちらの方の、タブを×印にして、やればですね、Google ドライブの方に戻ることができます。で、プログラムの呼び出しは保存されたものをですね、ここで、ダブルクリックしていきます。そうすると、Google コラボレートリーの方で、先ほど書いたですね、プログラムが呼び出すことができます。またこちらの方からですね、ファイルの方でノートブックを開くで、やってもですね、同じ結果になっていきます。じゃあちょっとやってみましょう。ここで、例えば新規その他で、Google コラボレートリーですね。これで空白の画面が呼び出されます。ここで、ファイルの、ノートブックを開く。で、テスト01ですね。これを呼び出します。そうするとこういう形でですね、呼び出すことができます。